はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。もうね、このところ嬉しいびっくりニュースの連続で、お年頃にはね、結構ついていくだけで息切れしちゃうんですけど、またまたね、すごい2大ニュースが飛び込んできてね、その中に皆さんとぜひシェアしたい驚きの真実があったもんですから、また配信していきたいと思います。で、今日はね、コンデンスミルクみたいにね、かなり濃い内容の動画になるかもしれないんですけれども、途中でね眠くならなかったら最後までお付き合いくだされば嬉しいです。まずね、原宿に風さんが現れちゃってね、あなたそんなの聞いてないよって感じですよね。もうこの時ほどね、地方に移住しちゃったこと後悔したの思ったことないね。まあ東京にいてもね、その場にいられたっていう保証はありませんけどね。こちらね、今パソコンでX のね、リエさんという方の投稿で、この方ね、原宿の大きなね、壁の風さんのお姿を見に行って、ひょっと横を見たらね、風さんがいたそうなんですよ。これがね、その人の投稿なんですけれども、著作権あるからね、少ししか見せられませんけど、ゆっくりご覧になりたい方のためにリンクを出しておきますね。でもリエさんよかったですね。さりげないね、スタッフさんたちやズッズさんね、はい、頼れる兄貴のような、はい、もうね、もう一人のお父さんおじさんみたいなね、ズッズさんに見守られるようにして歩く風さんの後ろ姿、これがいいんですよね。はい。カメラにね気づくとすぐ手を振ってくれたりしてね、車に乗りながらもうファンにね笑顔をサービスするのを忘れない相変わらず優しい風さんでしたね。もう本当に堪能させていただきました。りえさん本当にありがとうございます。確かねなんか同じアディダス着てるんだけど、今回アディダスの方に上がっているアンバサダーとしてのね風さんの動画とはねまた一味違って、すごくカジュアルにゆるくリラックスしてきてましたよね。はい。ちょっとねそこのアパートから出てコンビニ行くよみたいなね。はい。広告動画の方はねいかにもモデルさんっぽく来てたけどね、こっちの道路を歩く方はもっとずっとね親しみやすい風さんが見られました。歩き方がまたねゆるいというかなんというかね、そしてこの後ろ姿がねそこはかとないなんか哀愁というか孤独感も漂っていて、寄り添ってあげたくなるような感じがしたんですけど、皆さんどう思われましたかね。人間の後ろ姿ってね結構心の中が出るもんなんですね。まあこれだけねスーパースターになってしまってね、下手なことをうっかり人に喋れないしね、一人で、中に自由に外へ行かれなくなることもあるだろうし、誰かにね襲われる危険だってあるわけですよ。結構孤独だなって思う瞬間もあるとは思いますよ。私的なことでね下手すりゃね変なこと記事に書かれちゃうしね、まあ見てるとね結構アンチ動画もあったりしますから。でもね、たとえそうでも、たとえ孤独であっても風さんは大丈夫なんですよ。それはね、風さんは全ては一つである世界にいるからなんですね。はい。この孤独っていうことについてなんですけれども、ロンリー・ラプソディの感想動画でもねいつかお話ししましたけど、全てが一つである以上誰もね誰一人として孤独になることはできないんですね。孤独を感じることはあるかもしれないけれども、物理的にも全てはつながってますから、本当に孤独になることはありえないんですね。自分がこの体の中にいる個人の自分ではなくて、大きな一つの存在、風さんのお父様がいつも言っている、そしてヒンズー教の教えでもある海そのものだけがあって、私たちは海の泡ということが真実なんですね。ただの水の変形に過ぎないんですよ。はい。だからね、海から一つの泡だけが孤立しているわけではありませんよね。海そのものが動いているだけです。だからあなたは個人の小さなあなたではないんですよ。言ってみればね、宇宙サイズのたった一つのものがあなたなんですね。これが本当の自分とかハイヤーセルフとか神我っていうものですね。
私も一見すると孤独なんですよ。主人も子供も孫もいない。ついでに金もない。植木仁がね、昔ね、金のないやつは俺んとこへ来い。俺もないけど心配すんな。なんてね、無責任なことを歌ってたけどね、一人暮らしでね、世間的に見るととっても孤独かもしれません。はい。だけどね、そこに苦しみがないんですよ。はい。孤独があっても、そこに孤独で苦しむ個人の私がいないんですよ。個人の自分などのね、ないって分かってるから苦しみにならないんです。もっとはっきり言うとね、宇宙サイズの大きな存在に動かされているまま生きているというよりね、存在そのものの動きなんですね。そこに孤独もあるし、いろんな出来事が起きているだけ。これが風さんがいつも言っている、何か大きな存在が俺たちを動かしているというものです。仏教ではそれを因果とか言いますけれどもね、ぶっ飛んでると思うかもしれないけどね、インド哲学的に言うとそうなっちゃうのね。そしてね、もう一つのびっくりがアディダスのインタビューですよね。はい。これ見てね、もう毎回だけどね、風さんが何か話すたびにね、風さんかなり分かってる人だなってね、びっくりするんですね。私はこのインタビュー動画ね、それもリンクをね、説明欄にシェアしておきますけど、英語のインタビューなのでね、翻訳も出ていますけれどもね、今日は私の役でやらせていただきますね。はい。When do you feel like a superstar? あなたがスーパースターと感じるのはいつですかと。はい。そうすると風さんは24/7 actually。24っていうのはね、24時間のことですね。それで7っていうのは1週間ね、7日のことですね。8 days a week ね、1週間8日なんていうビートルズの曲あったけどね、普通には1週間は7日ですね。はい。だから、いつもとか年がら年中という意味ですね。で、actually っていうのはね、実はねっていうことです。だからね、実はね、一年中なんだよと。一年中スーパースターだと思ってると。はい。I always try to feel like a superstar. いつもスーパースターみたいに自分を感じるようにしてたと。Yeah, you should. そうなんだよ。あなたもそうしたらと。I wanna remind you of the fact that they are と言ってね、言い換えて We are superstar と。みんなに俺たちみんながスーパースターだという事実を思い出させたいんだと。これがね、すごい言葉なんですよ。はい。これはね、風さんが自分だけねスーパースターだって言ってんじゃないからね、偉そうにしてないとかね、謙虚でいいとか、周りを見下してないとか、そういう次元の話じゃないんですね。これはまさにインド哲学なんですよ。はい。風さんって天使や菩薩に見えますよね。神々しいし美しい。でももし風さんが菩薩様なら私たちみんなも菩薩で天使なんですよ。いつも言ってますけれども、今回のインタビューでみんなもスーパースターっていうのはまさにそういう意味なんです。さっきも言ったようにね、たった一つのもの、海に例えてもいいですけれども、そこから海の泡が生まれてる。つまりこの泡っていうのはね、海があなたや私になったり、猫や家や全てのものになっているんですよ。一つの大きな海みたいな存在があって、そこから泡が生まれている。その泡がこの宇宙にあるもの全てなんです。そして宇宙に存在するものは全て一つ一つ同じものでできてるんですね。もともと同じもので一つのものしかないから、個別のものは本当は幻想なんですね。けれども海の泡としては現れている。そして躍動している。これがいわゆる色即是空ということでもあるんです。ないけれどもあるってことですね。私たちの体は宇宙の物質と同じものでできてるんですよ。はい。それなのにね、例えば人間の顔にしてもね、2つと同じものはないですよね。似てる人はいますけど、すごく不思議だと思いませんか？一つ一つがユニークなんですよ。河原のね小石を思い浮かべてみてください。全く同じ石が見つかるでしょうか？姿や形は違ってもみんな全て完璧で完成されているんですね。だからこそ風さんも私たちも同じスターだというわけなんです。みんな輝いているんです。花でも歌ってますよね。いろいろな姿や形に惑わされるけど、いつの日か全てが可愛く思えるさと。
ね、あれですよ。まさに真理の言葉、悟りの世界の真実をこのインタビューでもさらっと風さん言っちゃったんですね。はい。続けますと、When did you first realize you were cool? この cool っていうのはね、かっこいいっていうことですね。自分がかっこいいって気づいたのはいつ？Since I was born と生まれた時からだよと。I was so loved by my family とっても家族に愛されたんだと。ね、末っ子でね、両親や兄弟の愛をいっぱい受けて、もうスター並みに生まれた時から愛されてたと。だからもうね、素直でね、邪気のない子供に育ったんでしょうね。小さい時からデタラメ英語でね、ホイットニー・ヒューストン歌ってましたよね。はい、まさにね、生まれながらのスターだったわけです。Yeah, there's upsides and downs, of course, but basically I always believed in my taste とね、もちろんいいことも悪いこともあるけどと、upsides and downs っていうのは浮き沈みっていう意味ですね。いろんなことがあるけど、基本的にはいつも自分のテイストっていうのは趣味とかね、好みとか感覚ですね。自分のテイストを信じてきたと、自分が好きなものを大事にしてきたということですね。はい。でね、次が面白いんですよ。はい。If you were stuck here for 3 hours, who would you call? と。もしここに3時間閉じ込められてたら誰に電話しますかと。ね、パニックになった時っていう意味ですよね。困った時ね。すると即風さんはMy Mama と言いましたね。これですよ。これぞ藤井風なんですね。これがピンポーンなんですよ。ここが私が藤井風に惚れた最大ポイントなんです。これ聞いて、あれなんでお父さん出てこないのって思った人もいることでしょうね。その訳をこれからじっくりお話ししますね。まずね、日本だとね、若い男性で人前でね、この状況でお母さんに電話するなんていう人はまずいないんじゃないでしょうかね。たとえそう思っていてもね、まあマザーなんとかって言われかねないのでね、隠しますよね。でもね、海外だと全く状況違うんですよ。私もよくね、長期滞在したんですけど、いかにね、お母さんというものをあちらではね、大事にするか分かりますよ。特に男性がね、人前でね、お母さんと手つないだりね、ベタベタなんてあっちでは当たり前なんですね。でも日本だとなぜか男の人はお母さんが大好きっていう気持ちを押し殺しているように見えるんですね。お母さん大好きなんて言うとね、ガールフレンドとか奥さんに嫌われそうとかね、それがね、悪いって言いませんよ。日本人特有のね、奥ゆかしさとか照れもあるんでしょうね。だから日本のお母さんはちょっとね、かわいそうな気がする。でもね、風さんは即答ですよ。はい。ママに電話する。あえて自分が何を思われようと本当のことを言ってますね。お母さん嬉しかったでしょうね。それを見てお父さんも自分の教育が間違ってなかったとつくづく思ったと思いますよ。その訳をこれから話します。これがね、風さんらしさの真髄であり、彼が本当に目覚めた人であるかがわかるんですよ、これで。なぜかっていうとね、2つの驚いちゃう理由があるんですね。まずね、全く自分を守ろうとしてないでしょ。自分のイメージなんて気にしない。自分はお母さんが大好きだし、いざとなったらお母さんに電話するってごく自然に言ってんですよね。とっても素晴らしいと思いました。自分の体裁を気にして自我で自分を守らないからなんですね。さっき自分のいない孤独って言いましたけどね、それと同じなんですね。自分がいなければ苦しみとか悩みとかないんですよ。自分を捨てちゃう。もう自分の損得を考えなければ、つまり自我が出る幕がないんですね。自分を守らないってことが人生を楽にする最大のコツなんですね。もう人に笑われてもいいじゃん、バカにされてもけなされてもいいじゃん、何もなくったっていいやんってことですよ。はい。で2つ目にはね、母親っていうものがインド哲学っていうかね、ヒンズー教の教えではすごい意味があるんですよ。はい、これはカトリックでもね似たような意味があるんですけどね、まずね、母親は神様なんです。これはね、インドの聖典の中でも最も古い初期のね、ウパニシャッドっていうものからの教えなんですけれども、マートゥル・デボ・ワーバっていう言葉がありましてね、マートゥルはね、母親です。マザーと似てますね。そしてデボは神です。神様。
母を神のように敬えという意味なんですね。はい、聖典ではね、母親はお父さんより全然偉いんですよ。はい、はい、そこの奥さんね、旦那さんにほら言ったでしょなんてね、ペチンってね頭叩かないでくださいね。でも事実そうなんですよ。最高に敬意を払いなさいと教えてます。母親は創造のエネルギーでありね、宇宙そのものの現れとされているんですよ。そしてね、さらに母親っていうのはね、子供にとっては人生最初の教師なんですね。そして子供に無条件の愛を与えて人生を生きるための大事な導き手であるから、神に代わるような神聖な存在とされているということなんですよ。はい、フランス語でもね、海をラメールという女性名詞で呼びますけれどもね、これもね、海が神聖な女性的な存在であるというところから来てるんですね。そして特にラテン系の男性はね、女性とか母親をとても大事にする人が多いですね。まあ例外もありますけど、イタリア、フランス、ラテン諸国はみんなそんな傾向がありますね。マリア様信仰から来てるんでしょうね。日本でも八百万の神で一番偉いのは女性です。アマテラス大神ですよね。もうインド社会ではね、お母さんがどんなに年取ってもね、大事に大事にしてね、世話をするのはもう子供として一番大事なことなんで、それをやらないともう神へのね、もう冒涜とみなされちゃうんですね。ですから風さんがママに電話するって言ったのは、もう風さんはもう自我を捨てた真実の言葉であって、そしてまたインドの教えを忠実に表現したことに他ならないっていうわけでした。はい、続けてインタビューを見ていきますと、How are you feeling after today's superstar shoot? シュットっていうのはね、撮影ですね。スーパースターの撮影を終えてどんな気分ですかと。I feel so great. I feel so loved. Yeah, again, everybody makes me feel good and higher than my usual self と。素晴らしい気分ですと。とても愛されていると感じました。そしてみんなが気分を良くしてくれたし、自分を今より高い自分にしてくれたと思う。この higher than my usual self なんですけれども、普通の自分より、普段の自分よりより高度な自分、つまりハイヤーセルフ状態っていうことですよ。風さんはね、常に自分を捨てて目の前にあるやるべきことを一生懸命やります。まさにそれが宇宙の自分である状態、ハイヤーセルフ状態にあるってことなんですね。それをね、風さんは自分の手柄ではなくみんなと一緒にやれたからできたと言ってるんですね。自分のこと気にしてたらね、いい仕事はできないですからね。もっとかっこよくしないととかね、人より勝とうとかね、いい顔しないと、自分を気にして自分がよく見えるのにとかね、意識してたらもうあんなにいい写真は撮れなかったと思います。結局捨て身になって自然体になったからこそ、大きな自分が自分を動かしてくれた、つまりより高い自分にしてくれたっていうことなんじゃないかなって私は思います。よくコメント欄でもね、風さんは自我がないから素直な人だからね、海外でいいように利用されちゃうんじゃないかってね、すごくご心配の声をいただくんですけれどもね、その心配するね、お優しい気持ちとってもわかるんですよ。だけどね、私はさほど心配してないんですね。自分がいないって最強なんですよ。何があっても反対のように思えるけれども、いない方がいいんですよ。自我が全ての苦しみを作るんでね、自分がいなくなるのはもう何にも心配いらないってことですね。以前言ったと思いますけれども、海外のショービジネス界はね、もう海線山線ゾンビうようよの世界です。だからいろんなこと起こりますよ。いろんなことは起こるけれども、それを自我でいじらなければもう怖いものなしなんですね。このことはね、今までも散々言ってきましたけれども、これからもお伝えしたい唯一のこの世を楽に楽しく心配なく生きるたった一つのコツなんですよ。風さんもね、修行中だからまだまだパーフェクトにはいかないしね、苦しみもあるでしょうし、でもね、何も分かってないで海外へ出るのと自我の危険性に分かっていて出るのでは大違いだと私は思います。だからね、
私はこれからの風さんについてはね何にも心配してないし、風さんがこれからどう変化していくか楽しみしかないです。はい、いかがでしたでしょうか。風さんの今回のキャンペーンでのご自身でも納得のいく仕事ができたという心からの風さんの言葉、インタビューをシェアさせていただきました。このチャンネルでは風さんの風さんらしい自由奔放な宇宙の風に乗って生きる素晴らしい生き方を見守りながら、これまでの学んできた禅やインド哲学の教えを参考にご一緒に人生を楽しく生きるヒントをシェアしております。いつもたくさんの応援をありがとうございます。チャンネル登録、ハイプ、グッドボタンなど何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、今日はこの辺でありがとうございました。さようなら。